はい、皆さんこんにちは。かんきちスタジオの北原かんきちです。今日はね、気候法、あるいはね、合気の術につながるお話なんですけど、非常に大事なね、革新とも言うべきね、ところをちょっとお話ししていきたいかなと思っております。タイトルというか内容は、虚の世界ということをね、ちょっとね、お伝えしていきたいと思ってるんですね。虚というのはですね、よく虚実なんていう言葉を、気候法あるいはね、中国武術の世界では使われるんですけども、字で書くとね、虚というのは、漢字で書くと嘘という字を書きますし、実っていうのはね、実際の実ということを書いて、虚実なんていう言い方をするんですけども、日本語で当てはめるとですね、陰陽とか、表裏、表と裏ですね。そういったようなね、意味合いがあるんですよね。相反するものであると同時に、それをね、融合して一体として表すみたいなところがあってですね。このね、世界をね、虚実の世界では虚とか実なんていうふうにですね、言ったりするんですね。さあ、この虚実の世界の中の虚の世界っていうことなんですけども、これはですね、実はその気候法、あるいは合気の術、武術的なね、状態に関しても非常に隠しの部分になってくるんですね。で、ちょっとその話を隠しの部分をお伝えする前にね、まず前提のちょっとお話から入りたいんですけども、よくね、気候法、武術もそうですけど、こういうね、ことをやるとどういうことがあるのっていうふうにですね、多くの、学ばれている方とかね、初心者の方なんかはね、考えがちなんですよね。で、当然この、チャンネルでもお伝えしているように、例えば気候法なんかはね、当然、ある種の健康養生、ね、健康促進とかね、あるいはこのやる気をね、こうみなぎらせるとかですね、活性化させるとか、あるいはこう周りのね、環境とか社会のね、気とね、融和調和して、コミュニケーションを円滑にするみたいなね、そういったですね、効果が非常に高いっていうのはね、再三お伝えしてるんですけども、ただですね、それらはですね、ある意味、副産物的なもの、とも言えるんですね。気候の、あるいは物質的なものの本質的な部分と比べるとですね、どちらかというと副産物的な効果、得られるものになります。もちろんね、それはそれでね、とても大切なんですけども、実はですね、その気候法をやってる、最中はですね、虚の世界に入るということになるんですね。むしろこれがとても大切で、そしてその中で感じ取る体験みたいなものがですね、実はものすごく大事になります。さあ、そこでですね、ちょっとね、例えるというかね、考えてほしいんですけど、例えばこう気候法ね、何らかの武術的なことでも何でもいいですけども、やってる最中っていうのはですね、物事をですね、基本的に考えられないんですよ。考えられないというか、その論理思考みたいなこと、あるいは意識、顕在化させた意識で冷静に物を見れない状態が、この気候法やね、あるいは武術的なこの瞬間的な刹那の体験になるんです。例えるなら、ジェットコースターありますよね。ジェットコースター。ガタンゴトンガタンゴトンと、こう登っていってですね。一番トップからバーッと降りますよね。で、またこう少し行ってなだらかになってですね、どっかに止まるってなりますけども、ちょうどですね、このガタンゴトン登ってる時はね、当然、どんな人も、どうしよう、上がってきた怖い怖いみたいな考える余地がありますよね。で、ぐーっとトップに来て、さあ落ちるぞ、どうしようってなって、で、それでバーッと落ちていく。この瞬間っていうのは、もう、もう落ちてる瞬間なので、あまり考える余裕がないですよね。せいぜいキャーとかワーとか、そういう、こう、声を発したりとかですね、叫び声を発したりして。で、またこう、ジェットコースターがバーッと行って、ゴールすると、怖かった、みたいになって、また意識が戻っていくって状態になるんですね。さあ、それでですね、この気候をやってる時、あるいはですね、この武術的なこの瞬間瞬間の時はですね、このまさにね、ジェットコースターのね、このね、スーって落ちてる瞬間のことを言うんですね。この瞬間のこと、バーっていうね。で、こういう時のことをですね、仏教的な言い方をすれば三昧状態なんて言いますけども、無意識な状態というかトランス状態、ゾーンの状態とも言えるかもしれませんけど、こういうふうにですね、人間の意識っていうのは面白いことに、冷静にね、こう意識できる状態と、バーってこう言ってる時はですね、もう物事を考える瞬間はないですよね。なんかもうとにかく、わーって落ちていって、なんかよくわかんない規制を発してその体感そのものがもう全てだ、みたいなところがある。
で、気候法もですね、実はうまく気候ができている人というのはそういう状態になってるんですね。ジェットコースターみたいになんかこうね、すごい速さでね、すごい高さから落ちるみたいな、ああいう派手な動きは全くないんですけども、実はこの意識の状態っていうのは限りなく、こう顕在化された、ね、なんていうんですかね、こう、表に上がっている意識ってほとんどなくなってきて、無意識状態。無意識とはいえ寝てるわけではなくて、こう、ある種の思考が停止している状態になってるんですね。なので、こういう時はですね、客観的にものを考えておらずですね、身体の体感のみで、ジェットコースターがね、バーって落ちる時の体感だけのようにですね、気候法もですね、体感のみの状態になっているっていうことになるんですね。で、そういう状態のことをですね、さっきのその、言い方をすれば、虚の世界っていうですね、実は言い方をしてるんです。つまり、気候の世界、気候をうまくね、実践できているこの瞬間瞬間、気候をやめちゃった後ではなくてね、気候が入り込んでいる瞬間は、実はこの虚の世界にいるというふうに考えるんですね。で、またその気候がね、ある種終わって、就航してですね、一回日常のね、モードに戻ってくるとき、ね、これ実の世界に、戻るという言い方をする。実社会っていう意味ではないですけどもね、通常モードになる。ということで、この気候法っていうのは面白いことに、この虚の世界に入るための、一つのですね、方法になるんですよね。人間って、そう、さっきのジェットコースターの例のように、ある特殊な状態に置かれたときは、どんな人でも虚の世界に入ります。ジェットコースターも一つの例えですし、なんかこう、超興奮状態の場所、例えばこのワールドカップのね、スタジアムとかでね、もうみんなが興奮してる場所とか、あるいは何かこう、アクシデント、事故が起きたようなね、切迫した状態、そういった緊急状態の場所とかね、そういったですね、非日常の瞬間に出くわした時っていうのは、人はですね、多くの場合、虚の世界、ある種、無意識の状態にね、入る。おそらくそういう瞬間って冷静に考えることってできませんよね。よく後からね、なんであの時ああいうことしなかったんだとかね、事故の時にね、言われる場合がありますけど、ほとんどの人はそういう瞬間はもう虚の世界に入っているので、なかなかそれをね、その瞬間に理論的に考えることはできなくなっている。っていうのがですね、日常的にね、味わえるね、虚の世界と言ってもいいかなと思うんですね。で、気候の世界はですね、これをですね、ある意味自分の意図といいますか、自分のこの身体操作によって、その虚の世界に入り込むことができます。さあ、そしたらですね、この虚の世界というのは一体何なのかっていうところなんですけども、虚と実っていうか、なんか嘘の世界みたいに思われるかもしれませんけど、別に嘘でも何でもないんですよね。結論から言ってしまうと、仏教的な発想から言うと、実はこの虚の世界こそ真の世界。真の世界っていうのはまたこの真と嘘みたいな言い方になるからちょっと嫌なんですけども、本来の世界というふうに捉えるんですよね。自分の価値や価値観や物事の価値基準を一切捨て去って取り外した時の生の瞬間っていうふうに見られるからなんですよね。ある意味ですね、このね、日常生活の空間っていうのは、実はですね、リアルな世界と思いがちなんですが、実は多くの人は自分のこれまでの固定概念とか価値基準によって物事を見てたりします。例えば社会に出ればね、例えば会社の大きさ、例えばあれは一流企業で、ね、これはね、中小企業でみたいなね、ふうにこう、そういう目で見るかもしれませんし、国で言えばね、あそこは超大国の国だ。ね、ここはちょっとね、小さい国だ、みたいにですね、そうやって既成概念で物事を見たりして、順位をつけて判断したりする。そういうふうなですね、もので実は見てしまってるんですね。ところがですね、この虚の世界に入ると、さっきも言ったように、その論理的なね、あるいは既成概念で物を見ることがなくなるので、本当の生の世界、体感のみ、その瞬間瞬間の体感のみだけで、味わう世界を見ているんですよね。裏を返すとだから虚の世界っていうのは非常に平等な世界とも言えるんですけどもね。さあ、この虚の世界に入るとですね、実はいろんな見えなかったものが見えるようになります。
ジェットコースターで例えば体感 100% になりますので、自分の身体値のみで物事を見るようになるんですね。見るというか、その感じ取る。センサーとしてね。余計な既成概念、頭で考えるのではなくて、過去の記憶や知識で照らし合わせて物を判断するのではなくて、その瞬間の自分の、体感のみでね、フラットな価値基準で物事を味わうことになる。そうするとですね、実はですね、いろんなものを、感じることができるんですね。これがね、実は気候法でいうところの真の意味の気を感じるということになってくるんです。概念や論理思考で物事を見てしまうと、そういう本質的な体感を味わう能力が極端に下がってしまうんですよね。つまりこっち側の思考に頼ってしまう。それがゆえに、味わえるものを味わってなくなってしまうんですよね。端的な例で言えば、何かものをね、なんか食べ物を味わうときにね、なんかテイスティングするときですよね。よく目つぶってね、集中して、舌に集中してね、味わおうとしますよね。これはもう舌という感覚器を最大限に敏感にさせたいというね、ことで目をつぶって味わうみたいなね、ありますけども、ああいう例え、今の例えですけどね、ああいうのに似ていて、これまでのね、すべてのね、既成概念を消してしまって、その瞬間の体感のみで味わう状態にしていく。これをですね、実は目指しているところがありますし、その時にこそ、気候の世界、気の世界に入れるっていうことになってくるんですよね。なので、気候法っていうのは気候法したから何か健康になる、何かいいことがあるっていう、この副産物的なものは、二の次と言いますか、であって、本質的なところはその入り込んでいる状態の自分の体感、そこに真の意味がある。だからそこの時こそ気候体という体になってますし、そういう状態でいればいろんな気を味わうことができる。今まで見れなかったもの、感じなかったものを感じることができる。よく有名なアニメーション映画の隣のトトロってありますけどもね、よく子供たちなんかは、トトロが見える。でも大人になると見えなくなるっていう、ある意味そういうものの比喩的な例えですよね。子供たちは余計な既成概念がなく、ある種気候の世界に純度 100% で入り込んでる。全身で体で味わってる。だからああいうね、不思議な精霊というか妖精というかね、この森羅万象の中の不思議な現象も体で味わうことができる。そういうことをね、うまくね、描いてる映画だと思うんですよね。気候っていうのはそういう世界なので、実はこのね、入り込んでる瞬間こそがね、価値があるものであって、その瞬間をね、実は持続させていくことで、その虚の世界にずっといられることになるんですよ。虚の世界にずっといることも、もちろん実の世界もとても大切なので、どっちが、どっちの世界がっていう比較するものではないんですけども、この虚の世界とね、実の世界っていうのをね、うまく橋渡しして、やることがですね、この気候法の目指すところのですね、究極的なところになるんですよね。なので日常的にね、この気の世界に半分片足を突っ込んでる、つまり虚の世界に片足を半分突っ込んでいるということは、日常的にもいろんな気を味わえることになっております。かといって純度 100% の虚の世界に行ってしまうとですね、今度ね、普通のね、実の世界、人間のね、いろんな基準とか法律とか、いわゆる分別の世界というんですけども、そういう社会の中では生きられなくなってしまいますので、これはこれで問題なのでね、そういう意味でいい塩梅、いわゆる昔でいうところの中道とかですね、そういったですね、どちらもがですね、うまく融合するようなね、状態にいることはとても大切なんです。気候からね、だけではなく、ね、合気の術も実は一緒でですね、この合気の術も、その武術的なね、技法の一つでもありますし、武術の中での非常に有効なね、手段でもあるんですけども、実はこの合気の術の真髄といいますか、真なる部分は、言ったようにですね、その虚の世界にいるということなんですね。そうすると武術の世界は当然、相手とかですね、あるいはある種の戦いの世界にいますけど、そこのね、気をね、瞬間的にね、味わう。つまり武術体になっているということなんですね。余計な論理思考が消えて。その状態のことを古来の言い方で言えば、いわゆる無心になるとか、無我の境地とかね、よく武術の世界ではですね、自分が無になることがとても大切だなんていうね、言い方をしますけども、合気の世界も実は一緒で、この合気の術、最初はね、基本的な、
合気の基本技から始まりますけど、そういうことをですねやってるうちにですね、感覚の方、自分の体感の方が優位になってきて、余計な論理思考が消えてるんですね。それがねどんどん増えていくとですね、合気そのものの状態っていうものを体で味わえるようになってくる。その時に体が自然に合気の動きになるっていうですね、こういうことになってくるんですね。そこを目指すのがね、合気的な修行ということになります。はい、ということでね、実はこの虚の世界っていうのは、ある意味一つのことにね、ゆーっとそこに入り込んでいって、あるいは一体化して、同時に自分のこのね、意識、いわゆる論理的なね、思考をする意識がですね、極端に下がっている状態。そういう時に虚の世界に入り込んで、実はいろんなこれまで見えなかったもの、本来自分がねみんな小さい時、子供の時はあったはずなので、本来見えてたはずなんですけども、そういったものをね、また感じる、体感する状態になるということで、実はそここそがね、これらをですね、練習し修行する本質的なね部分になっていきます。仏教なんかで言えばそれを極端に極めていくと、本当に赤ちゃんのような純粋無垢、つまりその余計な既成概念が完全に消えた時、いろんなものを比べる分別が完全に消えた時、純粋無垢な赤ちゃんのような状態になっていく。これがある意味無我とも言えますし、悟りとも言えますし、赤ちゃんのようなものにね戻っていくというね、考えになるんですね。こここそ究極的な目的としてね、修行されているということになってきます。はい。はい、ということでですね、今日はですね、このね、虚の世界みたいなところをね、お話ししたんですけども、どうしてもね、現代は何かやれば何かを得るみたいなことね、対価を得るみたいな考えで、こういう武術とか気功法をね、考えがちなんですよね。もちろん健康を得るとか、何か強さを得るってとても大切なことなんですけども、そればっかりのね、考えに陥ってしまうと、全て物事をね、これをやったから何かを得る。これをやったんだからこれをもらえて当然でしょっていうね、そういうね、ある種の煩悩にね、はまり込んでしまうんですよね。そうじゃなくて、そういうことをすること自体、気功すること自体、合気の術をすること自体がですね、ある種虚の世界を覗き込める、あるいは入り込めるっていうふうに思っていただいて、その世界を楽しんでいただくと、またね、新たな楽しみ、ね、世界が広がるのではないかなと思っております。はい、ということでね、今日は虚の世界ということで、気功とね、合気をね、実例としてね、お伝えしましたが、別にこれは気功や武術だけじゃなくてね、いろんなスポーツとか芸術とか芸事でも当然共通するお話なので、ぜひそのあたりも含めてね、参考にしていただければいいかなと思います。はい、ということで以上、今日は虚の世界のお話でした。また次回の動画でお会いいたしましょう。本日はご視聴ありがとうございました。はい、さよなら。